皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。この動画では2023年第1回レゴアイデア製品化レビューへの進出が決定した作品を紹介します。作品のバックグラウンド情報なども含め分かりやすく紹介します。まずはこちら、ムンクの叫び。ノルウェーの画家ムンクが描いた有名な絵画叫び。人物と背景の空間が歪んだ不安な感じがレゴブロックで見事に再現されています。叫びには絵の具、画材の異なる同名の作品が5点ありますが、今回のデザインはそのうち油彩版を採用。部屋の壁にかけたら本物の油彩画のように楽しめます。絵の中の人物は叫んでいるのではない？本デザインの説明欄にも書かれていますが、絵の中の人物は叫んでいるのではなく叫びを聞いています。ウィキペディアによると、この絵画は自然を貫く果てしない叫びを感じたムンク本人の体験に基づいた内容なので、作中の人物はやはり自身が叫んでいるのではなく、叫びに恐れおののいて耳を塞いでいる姿なのです。実際の叫びはちょっと怖い雰囲気もありますが、本デザインの人物は人間らしく親しみやすい表情ですね。人物だけを取り外すこともできます。付属しているムンクのミニフィギュアは頭に登場可能です。製品化される可能性はどのぐらい？ムンクの叫びは誰でも知っている有名な絵画なので、知名度で言えば製品化する価値は十分にありそうです。人物を取り外しできたり、ミニフィギュアを載せることができるなどユニークな機能もあります。この顔見てたら欲しくなっちゃうよね。レゴアイデアで絵画といえばゴッホの星月夜がすでに発売されていますが、ムンクの叫びもレゴアイデアの絵画シリーズ第2弾としてぜひ製品化してほしいです。今回紹介したレゴブロックのムンクの叫びの作者さんは日本の方です。宇宙開発に携わるお仕事をされているエンジニアで、スタッツでも何度か記事を書いていただきました。エンジニア目線でレゴシティの月面探査基地をレビューするなど非常に興味深い内容ですので、ぜひスタッツでご覧ください。続いてはこちら、象の噴水リオトル。イタリアシチリア島のカターニアという町にあるリオトルと呼ばれる象の噴水です。黒い象の上にエジプト風のオベリスクが建てられています。ストリートビューで実物を見るとこんな感じ。リオトルってどんな象なの？イタリア語のウィキペディアによると、象の噴水リオトルは1736年に建てられましたが、その目的については諸説あります。有力なのはカターニアの北部すぐ近くにあるエトナ火山の溶岩を遠ざけるための魔法の象であるという説です。なぜ象なのかというのは、イタリア語のウィキペディアによると、古代カターニアに人が住み始めた時に危険な動物を象が追い払ったという伝説があることから、町の守り神のような存在になっているためです。リオトルという名前はカターニア出身で、象に溶岩石を歩かせてキリスト教の司教を打ち負かした伝説上の魔術師エリオドーロに由来しています。製品化される可能性はどのぐらい？ローカルネタはレゴアイデアの審査に通過しにくい傾向で、歴史的建造物も普段はレゴアイデアで扱われるカテゴリーではありません。あと、動物が大きなものを背負わされている姿も現代社会のトレンドには合わないと思うので、審査通過は難しいと思います。続いてこちら、アメジストジオード。紫の宝石の原料になるアメジストのジオードです。ジオードというのは日本語では小銅とも呼ばれており、地中でミネラル群が結晶化してアメジストが形成されている状態のことを言います。この作品は最近のエントリー作品では珍しく画像が1枚です。アメジストってどういうもの？アメジストは紫色の水晶で、主に装飾用に使われる宝石の一種です。正式名称はアメジストではなくアメシストと言います。名前の由来は古代ギリシャ語のアメサストス、酔わせないという言葉が由来で、この宝石が登場する旧約聖書の群衆が酔っ払っていたというエピソードから宝石名として使われるようになりました。ギリシャ神話にもアメシストという女性が酒の神バッカスのワインの逸話に登場するとのことなので、お酒と縁がある宝石のようです。製品化される可能性はどのぐらい？鉱石のデザインは別のデザイナーの複数の鉱石がセットになった作品が過去に製品化レビューに進出したことがありましたが、結果は不合格でした。今回のアメジストジオードもユニークな題材で教育的な意味はありそうですが、レゴセットとして発売されるのはちょっと想像しにくいです。検討を祈ります。続いてはこちら、リバーサイドロッジ。自然を満喫できる山のロッジです。屋根には煙突、杉の木も生えています。ロッジの前には滝から続く川が流れていますが、
横の階段で川まで降りて釣りを楽しむことができる設定です。滝が流れている岩の質感がものすごくリアルです。屋内には丸太の椅子やキッチン、屋根裏部屋にはベッドが置かれています。ウッドデッキでバーベキューをやったら楽しそうですね。本作品のデザイナーはこちら。レベルの高い作品を多数公開されている日本の方です。スタッツ主催のレゴブロックビルドコンテスト、スタッツ杯にもたびたび出場していただいてます。本デザインは2022年12月に開催されたレゴアイデアの家族の思い出コンテストに出品した作品です。コンテストでは惜しくも受賞を逃しましたが、デザインを一部手直ししてレゴアイデアコンペにエントリーされました。家族で組み立てたり、おじいちゃんやおばあちゃんと孫で作っても楽しめそうです。製品化される可能性はどのぐらい？山小屋カテゴリーという意味ではかなりコンセプトの近い A フレームキャビンが最近レゴアイデアから発売されたので、その点では審査に不利かもしれません。しかし A フレームキャビンよりも家族で楽しめるセットになりそうなので、ぜひ製品化を期待したいです。続いてはこちら。 E.T. スティーブン・スピルバーグ監督の名作映画 E.T. で大きな月の前を自転車が飛ぶあのシーンをポスター風に再現。月の素材感が可愛いファンタジー風でナイスデザイン。 E.T. のフォントもオリジナルに近く、再現度はかなり高いです。ミニフィギュアと作中に登場した通信機も付属しています。額縁もレゴブロックで作られています。 E.T. は過去にレゴディメンジョンズといういろんな作品のキャラクターがレゴミニフィギュアで登場したゲームのシリーズで、ミニフィギュアと通信機のミニセットが2016年に発売されています。製品化される可能性はどのぐらい？今回のデザインのようなポスター風の平面的な作品は以前なら審査に通過するのは難しかったかもしれませんが、最近はレゴアートという絵画風のシリーズもレギュラーで発売されていますし、宇宙がテーマの絵はがきのようなイラスト風作品も最近製品化が決定しましたので、 E.T. が審査に通過しても全く不思議はありません。むしろ有力候補かもしれませんね。続いてはこちら。レゴランドセントラルステーション、日本語に訳すとレゴランド中央駅になります。ヨーロッパにあるという設定の鉄道のターミナル駅です。アミューズメントパークのレゴランドとは関係ありません。建物はレンガ造りで、屋根は歴史的建造物によく見られる銅板の緑色です。建物の前には街灯やクロワッサンのスタンドがあります。都会の街中で自転車というのもヨーロッパ的な風景。駅舎の中には郵便局とチケット売り場、待合室があります。製品化される可能性はどのぐらい？駅は定期的にレゴアイデアレビューに進出する人気カテゴリーですが、これまで審査を通過したことはありません。レゴアイデアのレビュー不合格作品をパッケージ化して、ブリックリンクブランドで販売するブリックリンクデザイナープログラムでは、一度駅が製品化されたことがあります。通常のレゴセットでは、最近レゴシティから列車の駅が発売されましたが、人気商品で品薄になっており、正規価格での入手が難しい状態が続いています。列車については、レゴアイデアでも定期的にレビューに進出しますし、オリエント急行の製品化が決定しています。列車の需要がある以上、駅の需要もあると思うので、そろそろレゴアイデアで採用されてもおかしくないと思います。続いてはこちら。イルイナイ家の家、リトアニア第2の都市カウナスにあるモダン建築です。設計者はアルナス・ファンカスという建築家です。建物の角やカーブ、円形など自由で革新的な窓の配置が特徴です。未来的ともいえるおしゃれな建物ですが、完成したのは1933年の10月16日。1933年というと今から90年も前です。余談ですが、レゴグループの創立は1932年なので、ほぼ同じ時代ですね。この建物は今でもリトアニアのカウナスに現存しており、Google ストリートビューで見ることができます。こんな感じ。カウナスってどんな場所？カウナスはリトアニア第2の都市で、河川港を要する交易の中心地として発達しました。第二次大戦中にナチスの迫害から逃れてきたユダヤ人に対して詐称を発給して脱出を支援したことで有名な外交官の杉原千畝さんが当時赴任していたのがカウナスでした。杉原千畝さんが1939年7月から1940年8月まで勤務していたカウナスの旧日本領事館の建物は現在は杉原千畝記念館として現存しています。製品化される可能性はどのぐらい？本作は今のデザインでも通用しそうな美しいモダン建築です。レゴアイデアではこれまでもヨーロッパの建物やアメリカやカナダの鉄道など実在するローカルネタがいくつも製品化レビューに進出していますが、
合格する確率は非常に低いです。ただし最近ロンドンの赤い電話ボックスが審査に合格して製品化が決定したので、トレンドが変わった可能性もあります。リトアニア国民にとっては思い入れのある建物かもしれないですし、レビュー合格に期待したいです。続いてはこちら、ポータルガン、アクションパズルゲームのポータルでプレイヤーが使用する銃のようなアイテムです。本デザインは834ピースで長さは約33センチ。製品化される可能性はどのぐらい？ポータル関連のデザインはこれまでに2度製品化レビューに進出していますが、結果はどちらも不合格でした。ポータルガンはゲーム内では攻撃用の武器ではありませんが、見た目はかなり武器っぽいので、レゴセットとして発売されるのは想像しにくいです。しかし最近のレゴグループはゲームコラボに力を入れているので、審査通過もあるかもしれません。続いてはこちら。マルチツール、10徳ナイフ型のツールです。本作はパーツ数が41個で、もし製品化されれば最も小型のレゴアイデアセットになると、作者が説明欄に書いています。飾って楽しむには、やや物足りないと思うので、実用的な機能を求めたいところですが、全ツールを完全に機能させるのは難しそうなので、審査に通過する可能性は高くないと思います。ただし1万サポート獲得スピードはかなり速かったので、ユーザーからの期待は大きそうです。検討を祈ります。続いてこちら。モンスターズリンク。2001年公開のピクサー・ディズニー映画、モンスターズリンクで、モンスターが子供を怖がらせるときに、子供部屋に行くために通るドアです。裏側には映画に登場したシーンが配置されています。映画に登場するドアはこのような仕組みにはなっていません。主要登場人物のフィギュアも付属。余談ですが、緑色のモンスターのマイクの日本語吹き替えを担当しているのは、爆笑問題の田中裕二さんなんですが、スピード感やメリハリのある感情表現など、喋りがめちゃくちゃ面白くて、最初から田中裕二さんの喋りを想定して作られたキャラクターとしか思えませんでした。ぜひ皆さんもご覧ください。製品化される可能性はどのぐらい？モンスターズリンクは最近の作品ではないので、話題性からすると審査通過は簡単ではなさそうなんですが、ディズニーの作品はどれが採用されてもおかしくないので、製品化もあるかもしれません。続いてはこちら。ダフトパンク。フランスのダンスミュージックユニット、ダフトパンクが被っていたヘルメット。メタリックなデザインが高級感があってとてもかっこいいですね。作者が最も頭を悩ませたというギマニエルのヘルメットのカーブには、2015年発売の UCS 版、スレーブ1のフロントガラスパーツを採用。製品化される可能性はどのぐらい？実在のミュージシャンをデザインしたレゴセットはこれまでいくつか発売されています。レゴアートシリーズではビートルズ、エルビス・プレスリー、ローリング・ストーンズが発売。レゴアイデアでもビートルズのイエローサブマリンと BTS のダイナマイトが発売されています。ダフトパンクはダンスミュージックカテゴリーではかなり有名なミュージシャンですが、知名度と音楽ジャンル的にレゴブロックで採用されるのは簡単ではなさそうです。ユニット自体も1993年の結成から28年後の2021年2月22日にすでに解散しています。それからヘルメットはレゴグループが自ら新商品を積極投入しているカテゴリーなので、その点も審査に不利かもしれません。ですがメタリックな感じが未来的でかっこいいので、審査通過を期待したいです。続いてはこちら。カタン。カタンはドイツの大ヒットボードゲームです。カタンとはどんなゲームなのでしょうか。カタンは大航海時代に発見された無人島を開拓して最も繁栄したプレイヤーが勝利するという内容のゲームです。プレイ中はこんな感じ。ボードとミニビルドに分かれており、実際に遊べるのだと思います。製品化される可能性はどのぐらい？レゴセットでアナログゲームといえばチェスがこれまで何度か発売されています。2016年にはレゴアイデアで迷路も発売されました。ボードゲームがテーマの作品が製品化レビューに進出したのは2020年第2回のヒーロークエストのみです。ヒーロークエストはレゴグループの競合会社ハズブロが権利を持っていることも影響したと思いますが、レビューに合格することはできませんでした。あとは最近通常コンペとは別のレゴアイデアのコンテストで製品化が決定したダンジョンズ&ドラゴンズがあります。ボードゲームはレゴアイデアのレビューにはこれまでほとんどエントリーしたことのない新鮮なカテゴリーだと言えます。結論としては、実際に遊べるボードゲームはユニークさで言えば他のセットよりも合格する可能性が高いかもしれません。続いてはこちら。バージニア&トラッキー鉄道12号機ジェノア。アメリカのネバダ州でかつて使用されていた蒸気機関車です。金色のパーツが多いおしゃれな車両で、
蒸気機関車定番の淡水車もついています。参考情報ですが、バージニア&トラッキー鉄道は1870年頃、ネバダ州で鉱石や材木、生活用品などを運搬する鉄道として開業しました。1950年代に運用が停止されますが、1970年代から観光用の鉄道として事業が再開され、現在も稼働中です。今回のデザインの12号機ジェノアは1873年に完成した車両で、現在はカリフォルニア州立鉄道博物館で展示されています。製品化される可能性はどのぐらい？列車はたびたびレビューに進出する人気カテゴリーですが、ほぼ全てが実在の車両をモデルにした作品です。ローカルネタはレゴアイデアでは非常に採用されにくいので、その意味では列車自体が合格が難しいカテゴリーだと言えます。さらに最近オリエント急行の製品化が決定したことも、本作の審査には不利だと思います。しかしピース数が901で最近のレゴアイデアとしては少ない方です。製品化された場合はボリューム的に購入しやすいセットになりそうですので、審査通過を期待したいです。続いてはこちら。トワイライトの花蓮家。アメリカのヴァンパイア映画トワイライトに登場するおしゃれな家。2階部分は右側の突き出た部屋が斜めになっているのがポイントです。この家はアメリカのオレゴン州に実在する建物で、Google ストリートビューで見ることができます。2階部分のカーブは本物の方がかなり大胆でかっこいいです。内装も作られており、登場人物のミニフィギュアも付属しています。製品化される可能性はどのぐらい？トワイライトが現在どのぐらい人気があるのか詳しくは分かりませんが、現代建築という点ではユニークなテーマ。レゴアーキテクチャでは初期のセットでは個人宅が発売されたこともあります。といっても有名な建築家が設計した家ですが、今回紹介したデザインはトワイライトの作品として審査されますが、個人宅シリーズとして発売しても良さそうな気がします。審査通過に期待したいです。以上で2023年第1回レゴアイデア製品化レビュー進出作品紹介パート2は終了です。今回のレビューのエントリー期間は4月末まで続きますので、追加があればまた動画で紹介します。レゴアイデア製品化レビュー進出作品の紹介はスタッツ公式サイトで最速で更新していますので、動画と合わせてぜひご覧ください。作品一覧ページへはこの動画の説明欄のリンクから行くことができます。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。